ピアース・ブロスナンが乗ってる姿がすごいかっこよくて、ドライブ行ったりする関係にあった女の子がいて、結婚の話題が出たんですよ。もう会えないって言われちゃって、じいちゃんが E36 で日本全国いろんなところ連れてってくれて、いろんな仲間とも知り合っていい思い出作ってくれました。ボーイズ&ウィルズ TV のお時間でございます。ご案内くだ司です。そしてゲストはこちらの方、お名前はタクと申します。年齢は28歳です。お仕事はカーシェアリングの仕事を行ってます。お住まいは東京都です。そしてタクさん、こちら車は何でしょうか2000年式の BMW735i E38 プラスパッケージです。はい、これ丁寧に説明していただきました。かっこいいシルバーの平べったいセダンでございます。今回はタクさんと BMW735i でお届けします。お楽しみに。タクさん、愛車遍歴教えてください。最初の愛車が BMW325i の E46 でした。そしてこの E38 型の 735i になりました。こちらが2代目。はい。なんでこの車にしたんでしょうか。 E38 小さい頃のすごい憧れでして、なんか憧れる理由とかあったんですか。3歳の時に見た007の Tomorrow Never Die という映画で、これと同じ E38 型の7シリーズが出てきまして、ピアース・ブロスナンが乗ってる姿がすごいかっこよくて、ずっと憧れていて買いました。1代目でこの車選ばなかった理由は。維持費の問題ですね。この車買ってから整備出したんですけど、すごい金額かかっちゃって、これもし社会人1年目の時に買ってたら一力しながらなっていうレベルだったんで。答えは結構あるんですか。もう球数少なくて、僕38乗るなら左ハンドルで探したんですけれど、僕がこの車を見つけた時点では左ハンドルこの車しかありませんでした。右も左も輸入されてたんでしょうか。735に関しては前期型は右ハンドルのみの輸入で、後期型から左ハンドル追加されました。ただ球は全般的に少ないような感じになってます。35と40と50があったと思うんですけど、35にした理由は。ブレーキのタッチがすごいいいのと、税金の面も考えると 3500cc が維持しやすいかなということで735を選びました。ナンバー8231って書いてあるんですけど、何か意味ありますか。1代目の E46 このナンバーにしてたんですよ。というのもドイツの刑事ドラマにコブライレブンっていうドラマがあるんですけど、それに出てくる46のナンバーが8231だったんで、最初の46を8231にしまして、同じナンバーで引き継ごうかなということで。そこは007のナンバーじゃなくて前期型なんで同じ仕様ではないんで、そここだわらなくていいかなと思っちゃって、なるほど、違うナンバーにしちゃいました。タクさん、735i いつどこで買いましたか。2024年に中古車店で購入しました。特徴を教えてください。トランスポーターだとか007の Tomorrow Never Die などスクリーンで活躍した90年代を代表する BMW の1台であるというふうに思います。なるほど、いいですね。そしてここはちょっと見たところってありますか。部品が今あんまり出ないことですね。本国発注すれば時間はかかるんですけど届くんですよ。ただ、ラジエーターホースとかが納期3ヶ月とかっていうことになっちゃうんで、一度壊れたらだいぶ乗れない期間ができちゃうのが辛いところですね。それは大変でございます。はい、評価も高い車ですよね。モータージャーナリストの中谷明彦さんがこの車3台乗り継いだっていうぐらい、90年代の車の中でもハンドリングがいい車の1台だという話、ブログに書かれてましたね。という評価の高い車、僕も大好きでございます。早速乗ってみましょう。行ってきます。はい、乗り込みました。 BMW のフラッグシップの車ですよね。そうですね。めちゃくちゃしっとりで、しかもね、乗り込んだ瞬間から完成度の高さみたいなのを感じるね。の車でございます。7シリーズ、後ろも座ったんですけど、はい、ショーファー行けるぐらいの雰囲気ですよね。この広さあって駐車場も比較的都内でも困ることないかなと、そういったところも気に入ってますね。これはね、後ろに乗る車としてもいいし、ドライバーズカーとしても相当いいんじゃないですか。最高ですね。首都高を流してるだけでもすごい楽しくて。 E46325 でしたっけ。はい、325です。どうですか、乗り換えてみてその違いとは。どっしりした感じがありつつ、スイッと3シリーズ変わらない感じで走ってくれるのが、大きくなっても BMW と乗り味一緒なんだなっていう、そこにすごい感動しましたね。世代的にはちょっと逆戻りですか、こっちの方が。 E38 が1994年にデビューした車で、E46 は1998年の車なんで、4年くらい技術的には古い車になります。だけれどもやっぱり BMW のフィロソフィーはもう変わらないっていうか。変わらないですね。46はどういうふうに買われたんですか。個人売買ですね。どんな状態の。家から徒歩15分のところに住んでる方が出品されてて、で見に行ったら状態すごい良かったんで即決しちゃいました。どれぐらい乗ったんですか。4年乗りましたね。どんな思い出が。いろいろ出かけましたね。本当最初の車だったんで嬉しくて、北は青森まで行きましたし、関西も行きましたし、たくさん走って、その時にいろんな仲間とも知り合っていい思い出作ってくれましたね、あの車は。メルセデス・ベンツの 560SEL のヒカルさんお友達ということで。そうなんです。ビッグセダン仲間。はい、そうです。2台並べたりしてるんですか。並べて一緒に写真撮ったり、あと動画撮って、Tomorrow Never Die、あれ W126 の 560SEL と T38 の近
カーチェイスがあったんで、それを再現した動画撮ったりもしましたね。なるほど。46で長距離乗ってみて、この E38 乗ってみてどうですか？ドライブ感覚違い。速度感がないのでペース上がっちゃうのが良くないなと思いつつも、長距離走るにはすごい楽でいいですね。ちなみに走行距離は13万キロになりました。あと3倍4倍は乗れますね。そうですね。私は YouTube とか見てると同じ735で40万キロとか50万キロの車もいるんで、まだまだ乗れるかなと。どんな子供だったんですか？車好きでしたね。祖父が BMW の E36 に乗ってまして、日本全国いろんなところ連れてってくれて、両親が忙しかったものでなかなか家族旅行とかできなかったんで、その分じいちゃんが連れてってくれた感じで。じいちゃんの3シリーズ E36 から始まり、憧れは E38 で、完全に BMW の教育といいますか、勝手に好きになっちゃいましたね。じいちゃん家に行くとカタログが大量にあったもんで、その中に38のカタログもあって、映画でティモローネバーダイ見ちゃって。その時計もひょっとしてトゥモローネバーダイでブロスナンさんは青色の時計をつけてたんで、それを意識して買いました。こだわってらっしゃる。せっかくね38に乗るのであれば、ちょっと身につけるものも。車が変わると服装とか身構えって変わりますよね。今日ミニカーを持ってきていただいて。そうです。今日は38のミニカーを複数持ってきました。車を買う前から持つ。買う前からですね。38まさか買えるとは思ってなかったんで、ミニカーで我慢しとこうということで。この時代のこの BMW のハンドルめちゃくちゃ僕も大好きなんですけど、内装どうですか？乗ってみて。前のオーナーさんの使い方がすごい良かったみたいで、レザーのへたりもないですよね。本当文句のつけようがないですね。ナビもちゃんと使えるんで外さずにそのまま使ってます。そしてウッドもあしらわれて、さすが最高峰の車でございます。エンジンが V8 の 3500cc です。V エンジンのドロドロいった感じってあんまないんですね。すごいスムーズで滑らかで、なおかつ踏むと軽やかに回るんですね。 V8 っていうのは割とドロドロして重く回るイメージがあったんですけれど、そのイメージでこの車買ったらだいぶ印象が違って、BMW が V8 作るとこういうエンジンになるんだなっていう風に驚かされましたね。馬力はどれぐらいあるんですか？本気型なんで238馬力になってます。数字だけ聞くとちょっと足りないかなと思うんですけど、そんなことないですね。日本仕様はギア比をショートレシオに変えてあるらしくて、本国仕様よりも中間加速だけは速いみたいですね。それで4速5速、これ5速 ZF になってます。車重は1860キロで意外と重いです。7シリーズですもんね。まあまあありますけども、スムーズに走ると。はい、そうです。本当にこの車はね、ゆったり流したいなーって感じもするし、はい、ちょっと踏んでみたいなっていう気もするんです。やっぱりトルクも良さそうですし。そうですね。ちょっと後で踏んでみましょうかね。ぜひぜひぜひ。はい。スパーツ。確かにこれはね、踏もうと思わない。わかります。スーッとシルキーに走り出したくなっちゃう。全然踏んでないのにこのトルクいいんですね。3.5 リッターで1860キロってこれすごいなって思うんですよ。こんだけ下のトルクが熱いのに結構高速域からでも踏んでもいけるという。日本に入ったら735と740と750。はい、そうです。この735でも結構十分なんじゃないかと思っちゃうんですけど。本当そうだと思います。僕も740以前乗せていただいたんですけれど、そうですか。確かにパワー感いいんですよ。トルクすごいモリモリあって普通に乗る分には、そしてこの7シリーズのカットマスの車でもないので、トルクに任せてゆったりまったり乗るには本当 735i でも十分なんじゃないかなというふうに持ってて思いますね。735の乗り方、740の乗り方、750の乗り方ってちょっと違うような感じですね。そうですね。これは十分にトルクもあるからしっとりゆっくり発進して高速でちょっと踏むとか、軽いじゃないですか。この車格は多分750まで考えられた車だと思うので、エンジンも収まりがいいちっちゃい V8 が入ってて、鼻先軽くスッスッスッと乗るのが一番良さそうな気がしますね。いい選択ですね、735っていうのはね。月の維持費ってどんな感じですか？だいたい5万円ぐらいですかね。駐車場保険、ガソリン代。なるほど。結構大きな整備かかったとこあるんですか？足回りとラジエーター周りの修理を一式やっちゃったら84万かかっちゃいまして、痛手でしたね。このオリジナル塗装を劣化させたくないなって気持ちがあるんで、板金も入れてない車なんで、おまけに部品が3ヶ月届かないという状況だったんで、すごい待ち遠しかったです。この年代だと天井とかね、ボンネットはクリアハゲとか多いじゃないですか。その車全然ないですよね。ないですね。そしてね、やっぱりね、この年代の7シリーズの平べったいね、フロントも薄いんですよね。薄いですね。よくここに V8V10 に入れたなっていうぐらいの設計の薄さ、今じゃできないじゃないですか。それが本当に美しい。サイドプロファイルの美しさはね、やっぱりね、今の車じゃ絶対にない感じで、これが欲しくて僕もね、この年代のセダン欲しいなって思ったことは何度もあります。
この時代だとジャガーの XJ とかも薄くていいですよね。確かに。他に憧れてる車はその辺ですか？やっぱりでも90年代の車、今後やっぱ部品供給とか考えると怖いかなって部分もあるんで、38乗れるまで乗ったら現実的には普天型の 528i とか直6自然吸気最後の5シリーズを買ってもいいのかなというふうに思ってますね。車欲しいと思ってすぐ買えたんですか？車は。学生時代は自家用車持つなっていう風に両親から言われていたので、社会人になってから車は買いました。仕事に疲れる経緯とかってどんな感じだったんですか？学生時代やっぱ車所有ができなかったんで、近所にあるカーシェアリングの車を使ってよく出かけたりしてたんですね。それがきっかけでカーシェアリングの業界に興味を持って、車所有ができないけれど乗りたいなみたいな方がいらしたら、そういう人をなんかサポートしてあげられるような仕事したいなと思って今の仕事つきました。どうですか今のお仕事されて？やはり大変ではあるんですけれど、自分家の近所にどんどんそのカーシェアリングの配備台数が増えていくのを見てると、ちょっとやりがい感じてもっと頑張ろうというふうに思いますね。カーシェアリングのおかげで車に乗る機会が増えて、自分も欲しいなと思われて購入される方も結構多いみたいですね。そうですね。カーシェアリングで車の楽しさを知った皆さん、ぜひいろんな車を買ってみて、こういう面白い車もあるし、国産車でもいいし、車自分で持つと全然違いますよね。自分のものっていうのはカーシェアリングの車とはまた違った良さがあると思うんですよ。車の良さを知って所有してほしいなというふうに思います。車を持つという素晴らしさをね、僕らも伝えたいんで、そっと背中を押していきたいなと思ってます。泣きたいエピソードとかありますか、たくさん？たまにドライブ行ったりする関係にあった女の子がいて、もともと46の頃からちょろちょろあったんですけれど、何回かドライブ行きました。ドライブしてる最中に将来のことを話したいなって話になって、結婚の話題が出たんですよ。僕この車に結構お金使っちゃって、結婚できるほどのお金ない状況の時にそれを振られちゃったんで、ちょっとごめん今結婚は考えられないかなっていうふうに言っちゃって、そしたらもう会えないって言われちゃって、本気だったみたいで、そっから会えなくなっちゃって、車に金を使いすぎちゃったことが結果的に関係を終わるきっかけになっちゃったのが悲しい出来事かなというふうに思いますね。過去に僕と車どっち選ぶって言って車を選んだ女性がいたんですけれども、逆パターンと言いますかって感じですかね。はい、もう結婚のね将来的になされたわけですよね。30過ぎたぐらいにはしたいかなというふうに思いますね。お相手は今いないんで。どんな結婚してみたいですか？結婚式の時は38をバックにピアス・ブロスナンっぽい格好をして、オメガの時計もしてフォトウェディング撮りたいなというふうに思います。タキシード着て爆発作をさせてねいいじゃないですか。その時はヒカルさんの126で追っかけてもらってっていうのもやれると面白いそうですよね。今後どうしていきたいですか？話ずーっと乗りたいですね。部品が出て、お金が続く限りは大切に乗っていただきたいですね。本当に大事に乗っていきたいと思います。はい、めちゃくちゃいい車でした。出演していただいたたくさんにはこの BMW 特製ステッカーを差し上げます。どうぞ。ありがとうございます。はい、乗ってまいりました。素晴らしい車で、僕もねずっと乗ってみたいと思ってたんですけど、やっと乗ることができました。 V8 なのに軽やかでね、すごいいいですよね。でアメリカンの V8 とはまた雰囲気違って、さすがエンジン屋さんだなというふうに思いましたね。その通りでございました。素晴らしい車です。100点満点中何点でしょうか？90点はつけてあげたいなというふうに思います。その理由は？車としては完璧です。ただ部品が出ないこと、そして修理出すと部品の納期の関係で3ヶ月以上修理期間かかってしまうっていうのが残念なところかなというふうに思います。なるほどでございます。そして最後にこの車乗り続けますか？部品が出て、あとお金が続く限りはずっと憧れてきた車なんで、諦めることなく乗り続けていきたいなというふうに思います。ということでございました。今回は BMW735i とたくさんでお届けしました。ボイズ&ビリーズ TV また見てください。バイバイ。欲しい。